皆様こんにちは。ブラジルの日系人の歴史と今の記録プロジェクトの制作者小曽直子と申します。本日ご覧いただくのは寺尾貞介さんという85歳の方のインタビューです。寺尾さんは兵庫県神戸の豊かな家庭に生まれました。国家に拷問を受けたお父様が家族の目の前で亡くなり、疎開した先の長崎で被爆してしまいます。その後も貧しくいじめにあったり大変な生活が続く寺尾さんですが、ある方との出会いで救われていきます。今回は映像を前編と後編の2つに分けました。日本で暮らした幼少期、少年期、青年期、そして船でブラジルへ行くまでをお届けします。インタビューが行われたのはブラジル・サンパウロ州のピラールドスールという市です。私は2022年の4月から1年間ピラールドスールの日本語学校で教師をしておりました。寺尾さんのお孫さんが学校に通っていたこともあり、今回インタビューをお願いしたところご快諾いただいた経緯があります。また寺尾さんご家族は今回の私のプロジェクトを支えてくれた恩人です。2週間のブラジルの滞在は寺尾さんのご家族にお世話になりました。今回の映像は私が日本へ帰る前日の夜、2週間かけて寺尾さんが私に伝えてくれた思いをまとめてお話ししてくれた大変貴重な映像資料となっております。現代を生きる私たちに大切なメッセージを伝えてくれる寺尾さんのインタビュー、どうぞご覧ください。私の名前は寺尾貞介ですね。今現在85歳です。ここに胸に変なものつけてますけれども、実は私は6歳半の時に1945年の8月9日の長崎の原爆の被爆者、その後年とともにですね、もう聴力衰えて現在で補聴器なしで全然聞こえないような状況なんです。もう85歳ですから、今現在まで生きてること自身が私はもう奇跡だと思いますね。ですからもう私はもう老活で、もういつ人生が終わってもおかしくない年になってますから、自分の今まで生活してきたことをお話ししたいと思います。まず幼少期ですけども、私は1939年の2月6日生まれですけれども、ちょうど1939年というとですね、第二次大戦が勃発した時なんですよ。こういうね、いい家庭、1歳、2歳、3歳、4歳まで育つ、その時の写真。非常にゆとりがあったから、で京都に移って、京都をですね、私の日曜日だその頃ですね、宇治だとか奈良とか嵐山とか、もう3歳4歳頃で、いつも父の休みの日には小さなねお弁当を持って野原でね、自然でね、カブトムシだとか、もう金ピカのコガネムシだとかホタルとかで、家庭に行くと父はピアノができるしアコーディオンができるでしょ。だから家庭には音楽があった。そして日曜祭日には自然に出かけていって、きれいな小川だとか美しい日本の春だとか日本の秋だとか、そういう幼少時代がありましたね。だからそれはとても良かった時代だった。ところが父は音楽をやってたから、ピアニストが特別にあなたはピアニストとして放送局に徴用しますと言われた時に、父はもう戦争反対者でしょ。その時徴用にノーって言われる拒否したんですよ。だからそれがとても悪かったんでしょ。で多分ですね、その当時軍部にノーって拒否したらですね、スパイやる国賊扱いで呼び出されて、多分ですね、憲兵みたいなのが来て、父は私の母に
ああしまったって言ったらしい。そこでもう1年ぐらいかな、1945年の4月30日にね、もう虫の息で返されて、そこで何が起こったかわからない。多分お前はなぜ軍部の長に対してノーって言ったかということでね、そこで何やれたかわからないですよ。母を疑ってましたね。多分軍部の圧力で弾圧されたんじゃないかと。それであんな元気がいい人が1年も足らずのもう虫の息でもう痩せこけて、もうあなた方のお父さんは急性肺炎でしたと言って返されて、そして数日してて我々の目の前で亡くなった時に母はもう号泣しましたの。わーって泣きましたね。それ家族中で泣きました。それが一番最私が6歳でしたからね。もう私は京都の道場で大阪 B29 はキラキラもうね何百人いたんでしょうね。その当時にもう爆弾落とされていたんですよ。ところが京都には落ちなかった。その時に母はね決心した。お父さんはもう亡くなっちゃった。東京はもう空襲で大きな人が死んだ。大阪も全滅。日本の大きな都市はやられている。今度京都に来たら自分たちはもう京都は市場にいましたからね、みんなお寺とかあってね、みんな木造者なんですよ。ここで空襲あったらみんな助からないと。で お母さんはね29歳だったんだけど、9歳の頭、私がもう結局6歳半と2番目の5歳2歳こうやってみんな闇の切符だけ買って、昼間は爆撃でやられるから夜暗くなったら動くんですよ。長崎に着くまで多分1日半かかりましたね。で多分それがね4月の終わり頃だったと思います。長崎に80歳のおばあちゃんとおばあちゃんの妹が耳の聞こえない人が住んでいて、それを頼りに行ったんですよ。でそこでもう腹ペコでね食べたおにぎりとおばあちゃんが用意してくれたね鰹節をねで醤油をかけて食べたのね、その美味しかったことをねいまだに忘れないね。でそうこうしてその行ったところでここは危ないと、もう空襲があったからね、もっと長崎の都心から離れてちょっと離れたところに移って、そして8月9日に原爆が落ちたんですよね。ところが原爆の浦上からちょうど4000メートルのところ助かったんですよ。みすぼらしい悲惨な状況をね今の若い人たちにはねちょっともう刺激が強すぎて、文部省も今もう撤去したらしいですよ。見せたがらない、もうそれ読んじゃいけないと。でも現実は非常に厳しかった。8キロ16キロ道、ところがもうその当時傘もなければカッパもない、雨降りのもずぶずぶでね、もうカバンもない。だから本なんかこうしてで風呂敷でね、でもたまたま行って雨降ったらもう本も帳面もみんなずぶ濡れ。そのでねだんだんもう学校にもね、行けなくなってきたし、で原爆にあったために私たち被爆者ということで、その当時原爆というものはみんな知らないために原爆は移るというデマが飛び交ってた。だからお前たちは原爆の子か、原爆が移るから来るな。で田舎の大きな子供たちに叩かれて、私も兄貴ももういじめですね。でその学校に行く片道8キロの山道に軍部の要塞の跡があるんですよ。それもそれいじめに格好のいいところでね、で私と兄はですねそこに大きな子に一番ね強いからね、その当時の叩かれて穴の中に入れられたり、兄貴はねまだ泳ぐのに池の中に放り込まれたりね、非常にいじめ合いましたね。それは悲しい少年時代でした。
ところがそういう中でも学校の先生がとても愛情深い先生がいてね、私が12歳の時に貧しくてお弁当もない時に学校に行った時に山滝先生とね、私がお弁当持ってるの見てたんでしょ。でそこに私呼んでね、山滝先生、寺尾君、私の麦ご飯を誰も見てないから食べなさいってね。その時ね、ああこんな優しい人がいたんだ、慰められた。でそういうね、厳しい貧しさの中にありながら、いじめの中にありながら、そういう愛情深い先生との出会いがあって、人のこの情けっていうのがね、非常に教えられて生涯忘れないですね。それがいわゆる私の幼年時代ですね。もうこれだけの時間ありますね。一回バッテリーもちろんね。これで何分ぐらいいった？ 44分でした。え44分。すごい。もうでも3、4、12だからちょうど3分の1いっちゃった。でも多分一番そこが元になる重要な経験だと思うので、いわゆるそれだけでも語り尽くせないものがあるんだね。そうですよね。それで1960年、私もねその時21歳でしたからね、実はやっぱり戦後貧しい時代から行き詰まって後を引いていて、結局その結果ブラジル来ることで、ちょうどその頃新聞でブラジル単身移民募集、あそうだ私も行こう、行くのを決心しました。もう行き詰まってましたからね、私も。で横浜を出発して1週間ぐらいもうこの船がですね太陽出て、もうすごいね、太陽も荒れるんですよ。こう海がね山のようにダーッ1週間ぐらいね、ほとんどのやつは物食べられない。で私は長崎の港で15歳から車で漁師街との行商してましたからね、小舟でいつも入れた。だからこうなってもね言わなかった。それから漁師さんやってたやつもね言わなくて、太平洋の中でみんながもう食べられない時に、もういや太平洋の波ってすごいなって、山みたいなねバーってね、そしたらねトビウオがねザーッと飛んでるの。そのねもうその現実ね、もう映画どころじゃないんだ。そしたらその移民船をね飛び越えていく嵐にトビウオで旅たまに落ちるんですよ。もう窓が開いてるんですよね。もうこうですからみんな寄ってるから空気をそこに出て、あ飛び落ちた、捕まえろ、捕まえて私と船乗りあかん2人元気だったで捕まえてナイフでね刺身で食べた。移民って言ってもね、日本のいわゆる帰民っても言われて、捨てる民。日本は結局食べ物がないから暗かでも日本の人たちを減らして日本から南米にやって、それが政府の目的だった。でもね言葉がわからない、やっぱり不安がいっぱいなんですよ。みんな心配する。大丈夫なんだろうからね、大丈夫なんだろうからね、そういうもう心配がの中にね、ロスから一人の人がね上品してきたの。増見豊臣という人で非常に輝いて見えたのね。なんでこの人に愛情深いんだろう。私はもうとても好きになっちゃってね。でもうだんだん接近していったの。この聖書の話をずっと聞かされて、船乗りで行くとねもうね船揺れないんですよ。そしたらねもう天の天の星がザーッ来ちゃって、でこちらね南十字星が輝いて、手を見てごらんなさい。この宇宙の世界はね、これが神様のね創造の世界だよ。そうすると人間いかにちっぽけなもんか。でこの宇宙の神様っていうのはこの宇宙の主なんだって。で私はその人に会って一心伝心っていうかね、このだんだん心がね現れて、で戦場で30日間、そのようにして移民の45日間の旅を終えて、私はブラジルで一番南にあるリオグランデ・ド・スールというところに行ったんですよね。
どんどんもう殺虫剤かけて殺虫剤かけて殺虫剤かけて、もういやこんな殺虫剤かけるんだ、殺虫剤で人間も殺されてもう途中でみんな脱げていくんですよね。このままだったら私も死んじゃうと、私はもうここで死ねない、もう決心しました。3年目にいやもう夜逃げしかないというわけで